やっぱりプレー全体の質だったりだとか、クオリティっていうのはすごい自分の中で重要視してますし、その中でやっぱりクオリティを上げるんであれば、自分の体がついてくるような形にするだったりだとか、やっぱそういうのが一本の線になって絶対つながってると思うので、その体を強くするためにはまず睡眠でいい状態を作って、でそこからしっかりとご飯を食べてっていう、そういう当たり前のことかもしれないですけど、その当たり前のことができなかったらそこから絶対崩れていくので、自分はそういったところからしっかりと強化できるようにやっていきたいなと思いますし、やはり海外の選手はやはり高さとパワーっていうところで勝負してくることが多いと思うんですけど、自分はもう小さいっていうのは分かってるので、その小さいなりの武器をもっともっと強化して、その大きい選手にも引きを取らないようなプレイヤーになるっていうところを自分は頑張っていきたいなというふうに思ってます。たくさん言いすぎてちょっと困りますね。そうですね。やっぱり同じポジションのザイツェフ選手だったりだとか、あとオポジットだったら、アンダーソン選手だったりだとかっていう、そのビッグネームの選手の方々ばっかりなんですけど、やっぱそういう人たちもバレーボールやってる中での1点に対する気持ちっていうのはすごい強い方々で、やっぱ僕たちがそれができてなかったら絶対勝てるわけもないですし、それを越さないといけないわけなので、やっぱそれ以上に強い自分のメンタリティだったりだとか、そういうアグレッシブさっていうのを、これからその人たちに追いついて追い越すっていうところを自分は頑張っていきたいなと思います。欲張りかもしれないですけど、やったことない選手全員とはやってみたいなっていうふうに思いますね。あの時は素直に言うとほとんど無に近かったんですけど、もう自分が流れるようなプレーをできればある程度点数につながるだったりだとか、そういう自分に持った自信っていうのがあったからこそかもしれないんですけど、何よりもあの代表のメンバーでまず今年の試合が終わるっていうところもありましたし、考えるの自分の仕事をどう徹するかっていうことだったので、サーブが回ってきた時には崩して1点を取れればいいと思ってたので、そこまで僕はサービスエースを狙ったわけでもないですし、とりあえずいいサーブでいいコースを打つ、いいクオリティを保つっていうことだけを考えてたので、そこまでこうしてやろう、ああしてやろうっていう感覚はなかったですね。抱負はやはり今年オリンピックの年にはなってますし、やっぱ僕たちが目指すのはそういう場所でもあると思うので、そこに向かってまず怪我をしないだったりだとか、病気にならないだったりだとか、今こういうコロナ禍ですごい大変な中ですけど、自分たちもしっかり健康を保つことをまず優先的に考えて、いい状態でバレーボールをやれるっていうことは今年はすごい重要になってくると思いますし、それができたらその上にバレーボールの質をもっともっと高めてもっと強くなるっていう、こういう貪欲な気持ちをもっと出していく年にしていきたいと思うので、後ろ見ずに前を進むだけの年になるかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱりいろんな発信の仕方もあると思いますし、今こういうご時世の中で、ネット社会だと思いますけど、そういったところでもっともっといろんなところを活用して、バレーボールっていうのはこういう競技だし、こんなところが面白いだったり、こんな選手がいるよっていうような発信がしっかりできればいいと思いますし、そこからそういう情報を見て会場に足を運んでくださる方を増やしていかないと、僕たちのやっていることに対してもっともっと追求できなくなってくると思うので、僕もそうです、他の選手もやっていらっしゃると思うんですけど、もっとより多くのことを発信していろんな情報を皆さんに共有できて、バレーボールがやっぱ面白いっていうふうに思ってもらえるように僕たちは頑張っていきたいなというふうに思います。こういうコロナ禍でも足を運んでくださって応援してくださるっていうことに対してすごい嬉しさを感じますし、今年そういうなんていうんですかね、ファン対応っていうところがなかなかできない中でそうやって来てくださるっていうところの自分たちに対する期待っていうのは何なのかっていうのをしっかりともう一回確認して、でそれに持った結果をしっかりと求めて皆さんに恩返しできるように頑張っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いしますと思っています。